こんにちは、武田サロンでございます。ゴールデンウィーク中の収録でして、ご覧になる頃には皆さんも、連休終わってるかもしれませんが、ゴールデンウィーク今年は長い方、僕も2人、3人ぐらいかな、9連休ですっていう人いましたんでね、すごいなと思いましたけど、ゴーフィッシュはカレンダー通りやってまして、今日も連休の最中、武田サロンも撮ってるんですが、なんか天気が良かったり悪かったり微妙な感じもありまして、いい釣りをされた方も、雨で残念やった方もいらっしゃるかもしれないですけど、気候がなんせ素晴らしいんでね、良かったかなと思ってます。連休途中なんですが、武田さんもここ数年は、連休は大体もう事務所にいるようにして、いい時間に近所にパッと釣りに行ったりね、してます。ゴールデンウィークなんで、遊びにとか、挨拶に来てくれるね、仲間とか、そういう方もいらっしゃるんで、少しいようということで、いるようにしてますが。とはいえ、気候がすごくいいので、今年は、ちょっと連休中にアマゴ釣りに行ってまして、もう SNS ご覧いただいている方はお分かりと思いますが、素晴らしいアマゴを、釣ってきました。いいです。はい。持つべきはクラシック。すごい、なおくんと言ったんですけどね、気候も良くて、何なんでしょう。これも年のせいでしょうか。新緑が目にすごい焼き付いて、素晴らしかったですね。もう武田さん、ご存知の方はご存知なんですけど、あんま暑いとすぐ嫌になっちゃうんで、そういう意味では非常に健やかな素晴らしい晴天に恵まれまして、風が爽やかで、その新緑がね、目にバーッと入ってきて、で、魚も釣れ、非常に良かったです。もう割と短時間でもう釣りは終えて十分やな、言いながらね、楽しい釣りをしてきました。近所では相変わらず春の釣り物は釣れてますので、この5月、6月、春の一番多分シーズンになりますから、皆さんぜひ行っていただきたいと思います。5月に、4月か、4月の末に、コンタクトフィードシャロー105と、この 100P のシンキングモデルが、発売になりましたので、もう手に取られた方、店頭に並んでると思いますので、よろしくお願いします。大変申し訳ないことに非常に、ご注文が殺到してしまいまして、ありがたいことなんですが、釣り具店様にもですね、ご希望数届いてませんので、若干レア気味になってますから、ぜひですね、青門も、大阪湾なんかちょっと入ってきてますからね。非常に今年も楽しみなんじゃないでしょうか。というわけで、その連休の時に、今日ちょっと面白いお話というか、なるほどなと思ったんですけど、ごくごく最近釣りを始めましたという、女性の方ね、がいらっしゃって、人を介してお知り合いなんですけど、結果的にはね、3回目ぐらいかな、僕お会いしたの。で、事務所へね、お土産を持って遊びに来てくれたんですけど、武田さんもね、とにかく初めてで、全然わかんないんです。まず言葉が。確かにそうですね。僕らは当たり前に釣りの言葉喋ってますけど、本当にわからなくて、いちいち調べながら聞いてますとかね、熱心にこの武田さんも聞いていただいてるんですけど、そういえばと思って、そこで話も盛り上がったんですが、意外に知られてない本当の初心者の人に対しては、誰もアプローチしてないんじゃないかみたいな話になりまして、僕が気づく範囲でその時も盛り上がったんですけど、改めてちょっとお話をね、したいかなと思って、今日はちょっとそういう話をしようと思って、まず、カモメトレイル、間もなく連休明けて5月中旬から末頃にはお出しできると思います。おかげさまで 60ML はご予約で完売をしてしまいまして、作ったんですけどすいません。また、秋に向けて作っていきたいんですけど、5669M。これは、入ってきますので、ご予約ぜひください。いつも、完売してから探される方が、一定数かなりいらっしゃるので、そういうことないようにぜひですね、こういう、発信してる情報も拡散いただいて、
武田さんのとこなんか予約取ってるらしいよ、みたいなことは言ってあげてほしいと思います。よろしくお願いします。そんな少ない数じゃないんですよ。もちろん釣り竿なんで。ただ、なんか集中的にご注文とかご予約をいただくことが、最近多ございまして、ぜひ皆さんよろしくお願いします。で、何の話をしてたかというと、そのね、方、M さんにしときますよ。簡単に今日説明してたんですよ。こうやってって言ったら。そんなことするんですかっていうことが結構あったんで、本当の最初ね、これリールあるでしょ？リールをね、これで説明した方がいいかな。カーディナルいきなり買う初心者の人はいけないですけど、国産のリールでも今ライトゲーム、特に始めるにあたってね、じゃあアジメバルにするとしましょうよ。で、竿とリールを買って、糸を、最近は釣り具屋さんで巻いてもらうことが多いので、巻いてもらって、釣りができる状態になってると。で、箱からリールを家に帰ってきて出すんですけど、最初は多分ね、今のリールってハンドルが外れてるんですよ。で、それをつけるから、わかるかもですけど、その M さんはたまたまリールを知人から譲り受けたそうで、こういう状態で、来たらしいんですよ。で、僕がこうやって直すでしょって言った時に、これリールね、こうなるわけです、ハンドルが。はい。そんなんなるんですかって言われて。なるんですよ。最近、ハイエンドのモデルは、これもそうなんです。相当これもレアになってきました。セルテートですけど。完全に脱着式になってるので、こういう状態なんですが、ちょっと廉価版のリール、多分初心者の方皆さん最初に買われるようなタイプは、こうねじると、こっち逆向きにねじるかこっちをねじるかすると、緩んできてこう閉じれるんです。はい。で、これベールね。このベールを内側に、このスプール、これを一番下にした状態、これぐるぐる回すと上下しますから。一番下に来たぐらいで、この緩めたハンドルを閉じると、最もコンパクトな状態になります。はい。これがまず一つ。これも驚かれました。当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、本当の初心者の人には、そんなことできるんですかぐらいの感じだったんで。で、この脱着式のハンドルは、こうやってつけて外せばいいんですけど、ほとんど僕の場合はもうこの状態で保管してますから、これはこれでいいんです。リールね。で、次に、竿にセットすると。はい。これまたカモメでやります。竿も、これは4ピース、4本継ぎなんですが、2ピース、2本継ぎでも同じなんですけど、先から継いでください。まず。ね。1番、2番、3番。これ優しく丁寧に継いでください。継ぐとき。キュッとこれぐらい大丈夫です。で、バット4番。リールが、ガイドが下でリールも下に来るようにセットする。で、リールをつけて。はい。この状態。で、こっから糸を通していくんですが、ご存知、スルスルタケちゃん、使ってくださいよ。何回か前もこれ説明しましたけど、スルスルタケちゃんがもう僕はこれセットしてます。直し方後で言いますけど、ベールを起こして、スルスルタケちゃんを引っ張ると、ベールを起こしたままね、糸がフリーになって、これでガイドをどんどこ通していきます。ね。これでトップガイドまで通します。で、通ってきたら、脇に挟んで、ここリールをね。で、ベールを返して。で、こうやると、両手が空いた状態で、糸の先が持てます。これスルスルだけちゃん直してってください。で、ここにジグヘッドを結ぶ。もしくはスナップをつける。で、ルアーをつけたり、ジグヘッド、ワームをつけたりするんですけど。これで基本。で、あと大事なのは、このドラグを必ずね、調整。引っ張って、ちょっと指でつまんで、引っ張って、強めに引っ張って出るぐらい。感覚的にはこんなもんです。
これ非常に大事なんですよ。なぜかというと、魚がかかった時に強く引っ張れると糸が出るように設定するためのもんですから。これは釣り場でもまた調整してください。で、釣りをして終わった。で、そうすると、こういう感じで、ジグヘッドとかルアーを外すでしょ。で、こういう感じで、とこ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 巻いていくと、また糸の先が戻ってきます。ここへ。で、ここへまた直しておいたジグヘッドタケちゃん、ごめんなさい。スルタケちゃんを、先を通して、武田さん意外にもういい年なんですけど、そんなに老眼が来てなくて。これね、キュッとつまめば、これ止まります。で、これを、よいしょ。こうどんどんこう回していくと、ほら、巻きついていくでしょ。でこれねじっちゃダメなんです。このゴムが残ってる間に、指を入れて、キュッと、これ止まりました。はい、もう糸が出ないです。で、ドラグをまた緩めとく。これドラグってこうパッキンになってるんでね、あんまり強く締めたままだと、固まっちゃうというかね、ドラグの出が悪いので、使わないときは緩めて、ちょっと動くぐらいにしとくと。で、人によってはリールを外して、リールだけを直す、竿は竿で竿袋に入れるっていう方も多いんですけど、僕の場合はほとんど、2ピースなら半分、4ピースなら、4つにして、これを、ロッドベルトなり、輪ゴムでもいいです。頻繁に使われるんだら。で、こういう状態で、保管すると。2ピースの場合は、これぐらいの長さになるので、こういう状態で、車の、ロッドスタンドなんかに、かけると。で、非常に、ロッドベルトとか輪ゴムは必ず使ってください。よくね、こうバラバラのままポンと車に乗せてる人見るんですけど、あれ結構危険ですから。もうなんかの拍子でパキッとこんなことになっちゃったりするんで、必ずセット。で、最初は竿1本、ロッドね、リール1つなんですけど、いろいろ欲しくなってきますから。最低2タックルぐらい、ちゃんとやろうとすればね、予備も含めているんですけど、僕は基本的に竿に対してリールはもう1セット。大体決めてます。今では魚種も多いし、僕竿も多いのでね、リールを外して付け替えること、多々あるんですけど、基本的には、この竿の場合は、このリール、みたいなことで、こういう風に保管してますから。はい。これで、保管しとくと。これが一番、すぐ、釣りに行ける状態っていうんですか。もちろん、僕はそんな使わないですけど、竿袋にきっちり直される方も、その場合リール外してね、それぞれ袋に入れて保管していただいたらいいかなと思います。どうですか？これなかなか、ハンドル畳むとかね、ドラグ緩めるとかね、こんな話あんまりひょっとしたらせえへんのかもしれないですけど。はい。スルスルだけじゃ、もうぜひ使ってください、これ。釣り具屋さんの微妙な雑品コーナーに売ってます。ぜひ探してください。で、いざ釣り。これも聞かれて、これはよく聞かれるんです。ジグヘッドがいっぱい売っててね、ワームを、とりあえずのジグヘッドを店員さんに勧められ、とりあえずのワームを店員さんに勧められ、買うんですけど、店員さんもなかなか、超がつくほどの初心者の人に勧めていいもの悪いものがやっぱ難しいんですよ。具体的に言うと、1グラムのジグヘッドが僕は大体基本なんですけど、本当に初めての人は1グラムのジグヘッドやっぱり投げるのが大変なんで、じゃあ2グラムとか、せいぜい 1.5 グラムにしましょうってなるんですけど、それに、1グラムと 1.5 グラムってジグヘッド全然実は大きさ違うんですけど、大体重くなるにつれ針も大きくなっていくんです。なので、今度は、つけるワームも変わってくるんです。具体的には、ジグヘッドはこういう風にね、僕これ、最近あんままだ売ってないんですけど、こういうのに、こうか。刺して、ストックしたりしてますし、
こういう、まあ便利ないろんなもん売ってますからね。ここへ、まあジグヘッド入れといてもいいですけど、あんまりジャラジャラ言うとまたあんま良くないけど。まあバラで、ジグヘッドは必ずバラで入れとく方が使いやすいです。で、ワームも、基本的には、これオーナーさんのワームですけど、まあこれぐらい長くても僕はもうケースに収納したりね、してます。なぜかというと、これメバぴょんぴょんですけど、まあこういう風にね、はい。取り出しやすいんですよ。ただ、それほど頻繁にいかないとか、特にアジングワームってこう長いですからね。メバルのワームに比べたら。まあこういうのは袋ごと保管されてて、ジップロックなんかに入れて、まあ使うときにまあ出すっていうのはまあ悪くないです。ただ若干手間です。暗いとこでこうやったりするのはね。まあそれはもうお好みでいいんですよ。で、針に対して、あれよいしょ。これね。まあこれほら、アジを釣るなら、例えば豆アジ玉、0.4、0.61g。もうこれだけ、もう針の大きさが変わってくるんです。重さが変わると。で、豆アジ玉に対して、アジ玉。これはちょっと大きめの20センチぐらいのアジになるともう、こっちのアジは。もう極端に針が大きいです。こう 1g なんかと比べると、これ 1g の豆アジ玉と 1.2g のアジ玉もこんだけ針の大きさが違います。湾岸プロヘッド 1g はこんな感じ。まあ、ちょうど間ぐらいになってるのかな。針の大きさ。はい、で、ワームを刺すんですけど、対象魚によってね、まあ、メバルワームと呼ばれるのは、だいたい 1.5 インチ以下のものが多い。短いめのもの。ご存知、もいもい。はい。これ S と M があって。まあ、L もね、また作らないといけないですけど。小さいです。で、アジの餌は、まあ、1.2 インチから 2.5 インチまでうちありますけど、まあ、ちょっと長め、いわゆる。これはまあ理由があるんです。アジは長くて漂ってる方が、まあ食いつきやすいみたいなことがあるので、アジング版はちょっと長めに設定されてることが多い。時と場合によりますけどね。で、それにジグヘッドをまあ合わせないといけないです。だからこれはジグヘッドに合わせるんじゃなくて、使いたいワームにジグヘッドを合わせるのが正解。どういうことかというと、釣れる魚がどの程度の大きさなのかは、あらかじめ知っておくことが重要。これは釣り具屋さんに行って、例えばまあ超初心者の方なんで、どこ行ったら釣れますかって聞くと、大体この辺行かれたらどうですかみたいなこと、もし言われたらね、どれぐらいの魚が釣れますかって聞いてほしいんです。まあ大阪湾で言えば、アジで言えばせいぜい15センチ、18センチ。まあ場合によっては20センチ、23センチ釣れるとこもありますけど、大体15から18センチぐらい多い。メバルの場合は、やっぱり10センチから20はないな、18センチ。どっちにしても15から18センチぐらい多分多いはずなんです。それ以上ちっちゃいのも大きいのももちろんいるんですけど。いわゆるこれがアベレージと呼ばれるサイズ。港湾アベレージと呼ばれるサイズなので、具体的には、武田さん、今日はメバル釣り、さっきのタックルでね、行こうってなった時に、じゃあもいもい S、M、ごめんなさい。今は春のシーズンなんで。もいもい M を使いましょうって時は、1g か、どうしようかな。じゃあちょっと活性の高いいいメバルもいるかもしれないから、湾岸プロヘッドの 1g。これをセットする。これもギリギリサイズです。はい。で、S サイズ使うとき。これはもうね、この虫ヘッドの 0.5g。これもめちゃめちゃ針が短くて小さいです。で、もう鼻からアジを狙います。じゃあ、そんなに大きいアジもいないから、1g の豆アジ玉で、じゃあ、2インチのワームを使いましょう。これもギリギリ OK です。でも、15から18センチのアジなら、1.5 インチをまず試してください。それには、この豆アジ玉ね。どこ行ったこれ豆アジ玉ぐらいに 1.5 インチのアジの餌。なんか、アジの活性もいいし、ちょっとサイズもいいなってなったら、今度は、湾岸プロヘッドの 1g に、2インチ。こういう風に合わせていくんです。
で、手元に、まあこれ、メバぴょんぴょんね。これ往年の、もう往年のって言ったら怒れますけど、ジグヘッドタケちゃんにセットしてます。このジグヘッドタケちゃんもう一回作ってほしいな。こういう感じ。これどのワームでもそうなんですけど、この針が抜けてる部分から、これぐらい、半分以上はワームが出てないと、あんまりよろしくないんです。このピクピク動く感じが、すごく大事。なので、まあ、見た目のバランスっていうか、まあ、3分の1は針で、まあ、3分の2、もしくは半分。まあ、ルアーの、ワームの形にもよるけど、要は、プルプルっと後ろが動くぐらいは、ルアーの、ワームの動きしろを作っとかないと、不思議とあんまり良くないんです。まあ、特殊な感じでね、もう針ごとぐらいのサイズのちっちゃいワームを通してしまうと、それが良い時もあるんですけど、基本的にはなんかこう、プルプルっと動いてくれるような、ちょっとまあ、やってみましょう。ここ2インチね。2インチに、よいしょ。こういうワームのパッケージって意外にね、開けにくいんですよ。なので、まあ、釣り場でごちゃごちゃやるよりは、僕はやっぱり、まあ、ケースに入れとこうが便利は便利かな。日中とかならいいですけど、まあ、ワーム取り出すでしょ。2インチね。で、何こう。湾岸プロヘッド 1g ね。これもう5升丁寧に袋に入ってますから。もうこんなの釣り場で開けてらんないですから、皆さん。必ず購入されたら家で綺麗に、まあゴミが出るといけないのでね、こういうふうにジグヘッドケースにセットしてください。1g の湾岸プロヘッドに2インチのアジの餌。これ刺します。刺すときは毎度言いますが、針をこう上向けて、重りを持ってね、ここ。ちょっと最初刺して、このまままっすぐ押していく。あ、もうこの辺かなっていう時にシュッと抜く。あ、これちょっと刺さりすぎです。この辺かなっていうところでシュッと抜く。あ、これ綺麗に入りました。こういう感じ。見えますか？こうね。これこう動きしろがすごいあるでしょ。これが大事なんです。ここを残すように、まあ、選ぶと。で、港湾のアベレージサイズを狙う釣り場で、メバルであろうがアジであろうが、釣れてない人の決定的な理由は明白で、さっき言いましたけど、ジグヘッドがまず重すぎるんです。で、魚は渋い時ほど軽いものが良かったりしますから、特にライトゲーム、メバルアジに関しては。軽くはしたいので、まあ標準的に 1g まあ使う。だから 1g の釣りにまず慣れてほしいです。だから風の強い日に行かない方がいいっていうのはそういう理由なんですけど。はい。で、釣れてない人見ると必ず 1.5、1.8、2g みたいなのがついてます。例えば15センチ、18センチメバルとかアジを狙うのに、それは重すぎます。大きすぎて早く沈むから、魚が怖がっちゃうんです。もちろんそれに伴って、まあこれはなんとかバランスはいいですけど、もっと大きなワームがついてます。港なんか見に行くとね、そんなでかいワームいらんやろみたいなのが。皆さん、ちょっと大きめのジグヘッドに大きめのワームがついて、それをずーっと投げてて、これは一向に釣れないです。もう魚が警戒して。これぐらい。だから 2g 使ってる人はせめて 1.5g。1.5g 使ってる人は 1g で慣れてみてください。急に魚が当たり出しますから。で、慣れてくるとその下ももちろんあるんです。という、まあこういうアプローチなんでね。魚はいるのに釣れないっていうことがだいたい、まあ、半分ぐらいかな。今日はおらんな、みたいな時ももちろんあるけど、往々にして、まあ、コアンなんか、特にメバルなんかはね、だいたいいるんですけど、なんか機嫌が悪いというか、あんまり口を使ってくれないみたいなことがあって、そういう時は、ジグヘッドとかはワーもいろいろこう、まあ、やっていくと。で、まあ、そういうことです。なので、まあ、こういう状態できっちり竿を直して、セットをして、で、さっきの、ワーム、ジグヘッド。
のケースを、まあお気に入りの可愛いバッグに入れて。で、あとこれもう絶対ですけど、ラインクリッパーね。糸を切るやつです。で、魚挟む用のね、まあ、ちっちゃいプライヤー。はい。こういう針をつまんでキュッとこう。もうこれ絶対。そして、魚バサミ。この3つはもう必ず持っててください。カバンにつけれますから。これが基本です。で、夜の場合はもちろんヘッドライト。ヘッドライトないともう話になりません。どんだけ常夜灯が明るい港でも、糸を結ぶには至近距離でヘッドライトを照らさないと無理ですから。はい。まあそういう。まあここまででもね、他の釣りに比べたら十分手軽ですから。そうすると、もう、セッティングされた竿とリールと、このバッグ、もうこれだけで、まああと救命具とかね、まあ肌寒かったらちょっと上着とかいりますけど、もうこれで釣りができる。まあこれがライトゲームが手軽やと言われるところです。で、他の釣りはね、もうなんかルアーがもっと行さん行ったり、竿はまあいろいろ行ったり、装備が結構行ったりするっていう意味から言うと、ライトゲームは、まあ特にこれからの時期はほぼほぼ普段着でできてしまうので、そういう意味の、まあ手軽な釣りということなので、ちょうどね、5月、6月はもう、ある意味ピークになります、メバルは。で、アジも、まあ、場所によるんですけど、どんどん、釣れ出してくれるとこが増えてきますから、ぜひですね、超初心者の皆さん、これを見ていただいてたら、なんかなるほどと思ってくれたら一番嬉しいですけど、はい。あと、それより何より、丁寧に扱ってくださいね、道具は。はい。もうほんまね、なんか竿ばらけたままボンって車の後ろ置いてる人とかほんとよく多いんですけど、あれほんとよくないです。なんかの表紙に荷物置いたり踏んだりしてしまうし、言ってもこれカーボン繊維なんで、そんなに丈夫なもんではありませんから、まあ、優しく扱ってあげてください。そうすると末長く使えます。もうこのリールなんか何年使ってんねやろっていうぐらい。はい。まあ、ある意味レアですから。まあ、これぐらい大事にできますから。というわけで、M さんほか、超初心者の方、なんとなくこういったこともお分かりいただけました。これ言いながらね、いろいろこう思い出してくるんですよ。で、僕、当たり前のようにやってて、投げた後、こう糸がふわふわふわーっとこうなるじゃないですか。で、これもコツがあって、一回ふわっとしゃくると、シュッと糸が立つんですけど、その後、人差し指を必ずここに沿うんです。はい。そうすると、糸が人差し指に当たってからベールに入っていくので、ベールってこれね。トラブルは未然に防ぎます。これをしないまま、はーっと巻いちゃうと、いわゆるゆる巻きになってしまうので、次投げるときに、ボブバってなる。まあ、こういうこともあるし、超初心者の方、一番最初に巻いてしまった糸、これは必ずと言っていいほどトラブルにはなります。糸の巻き癖がどうしても取れないのでね。はい。だから、これ結構パンパンに巻いてますけど、これよりちょっと少ないぐらいの糸巻き量の方がトラブルはまだ少ない。で、どっちにしても P ラインであろうが、フロロであろうが、エステルであろうが、最初の、まあ、半キャスト分ぐらいは何等かしてるとブワーってなります。それはちゃんと直してしまってください。で、もう一度組んで。そっからはそんなにトラブらないです。はい。これもね、サロンで言ったかもしれないですけど、そんなめんどくさいのって思うかもしれないですけど、昔はほんともっと大変だったんですよ。昔のフロロカーボンなんて巻いてから2日置いとけとかね。そうなんですよ。すぐ使うともうババーってなるからみたいな。今のフロールはもう全然そういう意味ではしなやかですから。まあ初期のそういう糸吹きはどうしてもしょうがないんですけど、それを一度克服すると、あとはもうそこから、大きなトラブルはなく使えると思いますんで、ぜひですね、快適な釣りをしていただきたいと思いますんで。というわけで、まあ、ライトゲームシリーズ5フィッシュもいろいろ、まあ、出させて、武田クラフトっていうところでね、出させていただいてますけど、機能的かつ実践的なものばかりでございますんで、ぜひ人それいただいてですね、
楽しい釣りをしてください。そして、まあ何度もなりますが、カモメトレール、まあご予約まだの方はぜひよろしくお願いします。というわけで、超初心者の人にも分かってもらいたいなという今回でした。またなんかお便りご質問あればメールをいただければと思います。それではまた。